雨漏り修理見積もり250万円、修理費を6万円にした方法とは。今回の動画では保有物件で雨漏りが発生し、修理見積もり250万円の6万円で修理できたことについてお話ししていこうと思います。物件保有者さんやこれから物件購入を検討していらっしゃる方々も最も心配な雨漏りの修理についてお話しさせていただこうと思います。雨漏りの修理と言いますと、修理費用としては結構高額になりがちで、最悪の場合、局所修理というよりは屋根瓦を吹き替えなければならない大掛かりな外構工事になりかねません。その場合、数百万かかることもザラですね。私の保有物件、前回お話しさせていただいた相続物件です。で、昨年の夏頃、警報級の局地的な大雨で雨漏りが発生し、修理見積もりで250万円が上がってきた事例を皆さんとシェアできたらと思います。最初にお断りしておきますが、お話に出てきます見積もり業者さんは、ライセンスホルダーの雨漏り診断士が経営されている業者さんで、なんら怪しい業者さんではありませんので、誤解なきようよろしくお願いいたします。今回の案件を少し深掘りしますとですね、雨漏り当日にご入居さんが雨漏りを発見して起点を聞かせていただけたのでしょう。ネットで検索をかけて修理の見積もりを取りました。見積もり内容を要約しますと、今回の物件では使われている屋根瓦は今現在使用されていないもので、しかも生産されていない瓦なので、入れ替えができないので新しい瓦を敷きましょう。という内容で手渡された見積もり書の価格が250万円でした。しかしながら私たちも保有物件でお世話になっている数々の業者さんもありますので、今回修理の依頼はいたしません。ではどのようにして修理ができたかと言いますと、お世話になっております業者さん、例えばですね、工務店さんや外交専門の業者さんにはやはり横のつながりなどがありまして、屋根屋さんともつながりがあったりします。その屋根屋さんは、築古物件に携わっているだけに、解体された家屋の似たような瓦や、程度の良い瓦を常にストックされているようです。業者さんにすれば、全吹き替えをする方が問題箇所の検索や手間、修理後のクレームもなく、しかも売り上げも上がるし、早いのですが、あえてやらない職人気質な業者さんも未だに健在で貴重な存在です。余談ですが、その職人さんから言わせれば、最近はほとんど修理というよりは、もろもろ部品及び斡旋交換業者が多い。とのこと。機械や車なんかでも故障すれば何でも部品斡旋交換、問題箇所の検索スキルが上がるずに経験が積めない、職人は絶滅危惧種やと少し嘆いておられました。肝心の修理の内容。今回の雨漏りの原因なんですが、築古物件あるある案件とも言えるのではないでしょうか。瓦の間にあるほんの少しの隙間に埃や砂らしきものが入り込み、雨水が埃や砂らしきものを伝わり、釘などから滴り落ちる、いわゆる毛細管現象での雨漏りでした。簡単に原理を説明しますと、コップを水に入れてティッシュペーパーの端を少し水につけると、水がティッシュペーパーを上がってくる、そんな感じです。本題の修理の方法ですが、問題の屋根の周りを約2メートル四方くらいの瓦を一旦剥いできれいに掃除をして、もともと屋根瓦の下に敷いてある防水シート。ゴムみたいな素材で名前は忘れましたが、そんなに高価な材料ではなかったような気がします。これを大きめに交換して、その周辺を念のため、強力にコーキングしてもらい、消費税込み6万円弱でした。こんな感じで、屋根の修理を部分的に修繕していただける業者さんもあるので、一社から出た修理内容や修理費を鵜呑みにしないで、その他に対処方法がないか、ご自身で考え探してみるのも一考かと思います。そうしますと意外と修理も安価にできてキャッシュアウトを抑制できますしね。その他に安価にて修繕できた案件に元々のコーキングの劣化が原因のために隙間ができ、雨漏りの原因になったことですとか、台風の時に雨漏りが発生して通過後に業者さんに修理を依頼してみると、壁と軒下の接合部分に数箇所小さい隙間が見つかり、風雨によりその隙間から雨が侵入して雨漏りが発生。
この案件では軒下ということもあり、補修も比較的簡単かつ安価で仕上がりました。記憶では確か税込み3万円程度でした。この件に関しましては早期発見ということで、見方を変えればラッキーとも言える案件でした。と言いますのも、発見が遅れて隙間が広がり、穴にでもなれば、ネズミやイタチなどの小動物が侵入することを考えると、予防修理とも言えるのではないでしょうか。別件では、方向の違う瓦が合流する箇所のブリキが風でめくれる雨漏りなんてこともあり、後々を考えると案外安価に済んだこともありましたね。今回大きな問題となるような雨漏りではなかったので、こんな雨漏りもあるということを参考にしていただければと思います。あとですね、皆さんの中にこういった経験もあったよとかございましたらコメント欄に書き込んでいただき、皆さんとシェアできればと考えておりますので、コメント欄にお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。